始めたきっかけはインスタグラムがきっかけで、そのインスタグラムを始めた頃はなんだろう、人物を被写体にしたかったんですよね。なんですけどそのデザイナーとして会社員で働いていて、なんでしょう、その被写体を準備する時間とかですね、夜中しか時間がなかったので、なかなかその時間も取れないなというので、趣味でプラモデルをやっていたので、そのプラモデルと一緒に飾っていたミニチュアを被写体として使おうとして始めたのが、そのミニチュアを撮り始めたきっかけで、今のようなこの見立てですね、日本でいう見立てのスタイルになったのは、そのミニチュアを毎日投稿しているうちに、皆さんのいいねなど、いいねの数、ライクの数などを分析していくうちに、こういう作風になったという感じですかね。はい。2011年の4月から毎日始めて、今年の4月に、10年目になりますね。はい。そうです。僕がそのテーマとしているのが、見立てなので、見立てというのはそのみんなが知っている何かを知っている別の何かに変換するというのが見立てなんですよね。なので必ず作品に取り入れるのはどの国でもどんな年齢の人でも分かるようなものを使おうと心がけていますし、あとはそのものを使う上で、必ずそのもののイメージが良くなるようにね使うように、気を配っているというのがあります。で、あとはこうやって日常の中で日常のものを使っているので、そういう皆さんの日常の日頃の暮らしだったりが、少しでも豊かになるような発想というのを取り入れようと意識して作品を作っています。これやっぱり共感だと思うんですよね。私も分かるだったりとか、自分もこう思ってたとかね、そういうのが一番あると思うんで、アートって言われると結構難解なものだったりが多かったりするんですけど、僕の作品自体は結構みんなに伝わるように作っているので、少しちょっとデザインにも近い部分がありますね。元の職業がデザイナーだったっていうのもあって、でもその部分がやっぱりたくさんの人が見てくれる理由になったんじゃないかなと思っています。ミニチュアアートの魅力、そうですね、僕の場合だとですね、やっぱりすぐにアイデアを形にしやすいですよね。こうやりたいと思って、実際大きいもので作るのも大変だし、絵を描くのもそれなりに時間かかると思うんですけど、結構僕はもうそれなりに物もたくさん集まってきて、人形もたくさん、コレクションで増えたので、毎日形にできるというのもこのミニチュアを使ってるからというのもありますし、あとは例えば何でしょう、宇宙に行きたいと思っても実際自分が行くことはできないじゃないですか。でもそれを自分の想像を形にできるっていうのがこのミニチュアの良さだったりするんですよね。家の中でしかも。だから危険な冒険もしないんだけど、その想像を形にできるだったりとか、そういうのがミニチュアの面白さだったりするのかなと思いますけどね。もうそれはね、止まらないことだと思いますね。もうとりあえず2日3日ちょっとあんまり反応悪いなと思っても、やっぱどこかで必ずいい反応が来る作品に当たるので、だからこの必ず1日1回っていうルールにしているのがすごくあんまりスランプにならない理由なのかなと思って、結局毎日必ずやらないといけないルールがなかったら、もしかしたらね、ちょっと評価が下がってる時期はもうやりたくないみたいなことになるかもしれないですけど、それでもやっぱり必ず進み続けたといいますかね、進み続けたということが逆にいいことだと思うんで、なのでスランプに陥った人はとりあえず、例えば絵を描いている人だったら何でもいいんで描いてみるっていうのはいいのかなと思いますけどね。
そうですね、今僕はこのミニチュアを使って見立てをやっているんですけど、この後ろにあるブロッコリーのように逆に今ミニチュアで見立てを表現できているアイデアっていうのは全部逆に、物を大きくすれば人がミニチュアになったような体験ができると思うんですよね。なので、今までやってたミニチュアの企画がこうガリバー旅行記でいう前半の部分だったとしたら、この後半の自分が逆に小人になったようなこう世界に入り込めるような作品っていうのを、もっと今後は増やしていけるといいなっていうのはありますね。はい、思われたいからですか。芸術家として、芸術家としてやっぱりこうなんでしょうね。僕はもう小さい子供もいるので、まずは結構子供に好かれる作品っていうのを結構気にしているので、で子供って結構評価が正直じゃないですか。だからそういう意味でもなんでしょうね、どの年齢の人が見てもと言いますか、分かる。で逆にその年齢を超えて会話が広がるような作品を作っていきたいので、なんかそういうだからどの年齢からも支持されると言いますか、そういう風になれるといいなっていうのはこれからもですけど今も思ってる部分はありますかね。だから日本の展覧会とかだと本当に年配の方から若い人までたくさん来て、年配の人と若い人が全然知らない人たち同士で話を始めたりするんですよね。なんかそういうのを見てるといいなと思って、なんか逆に僕の作品がきっかけでそういうつながりができるといいますかね。でそこを超えて時代を超えてもずっとねその共通の話題ができるっていうのはすごくいいことなので、そういうふうに思ってますかね。あとはこうやって今韓国でやってたりとか、いろんな国で今まで展示やってきてるんですけど、どの国もやっぱり一緒なんですよね、反応っていうのはね。だからそういう意味では国とか関係なくというのもありますよね。やっぱ同じ人間だということで結果的になんか平和につながるみたいな感じになるといいなっていうのは、やっぱり遠出してると、家族といる時間は限られますよね。だから本当に出張が多い時は月の半分ぐらいはいなかったりするので、そういう面ではそうですね、子供小さいので1週間ぐらい家開けると結構大きくなったりするので、そこはちょっともったいないなっていう部分はあったりしますけど、そうですね。でも逆にいろんな国に行って本当に何でしょう、共通の部分を探すこともできるので、ネットだけではわからない部分とかですね。だからそういうのが直に見れるのは逆に何でしょう、全世界に共通する作品を作りたいっていう意味ではすごく役に立っていることなので、ありがとうございます。